全軍出陣準備。急げ、敵は川越城にあり。先日の奇襲ではおよそ2500程度。そこからさらに鬼を集めたんですね。相模、伊豆、武蔵に散らばっていた鬼たちを全て動員したのだろうね。ということは川越で鬼を皆殺しにすれば万事解決じゃないっすか。いやー、楽になったっすね。たくさんやってやるですよ。それはさすがに無理な話だ。ただその三国に放っている吾妻衆からはここ最近鬼発見の報告は数えるほどしか届いていないよ。まあそうだね。もっと正確に調べるには恋に頼んで根人千里を使う必要があるかな。相模、伊豆、武蔵全土ってことですか？さすがにそれは無理です。やるなら準備が必要でしょう。そりゃそうか。10日ほどみそぎをして身を清め、諏訪の神宝霞の鏡の道からを借りる必要があります。さ、健介。姫野が周辺の城塁を確認している時には鬼の姿なんて一つも見なかったわよ。それまでは2、3匹の鬼に出くわすこともあったけど、少し前からそういうこともなくなったって、それだけだけど。まあそうだと思ってたし、それぐらい当たり前だし。っていうか姫の超有能なんだからもっと感謝するし。離れるし。何勘違いしてんだか。そんな簡単に姫野を落とせるなんて思うんじゃないし。なんじゃあいつは。完全に落ちてるではないか。ちょろいな。やれやれ、早速手を出したのかい健介くん。それであのざまか。さすが天下無双の暴れん坊じゃな。兄ちゃん、暴れん坊って何のことだ？説明とは一体何を説明するのやら。私たちにも手を出すつもりですか、健介は。スケベです。健介様、どうかなさいましたか？
どういうことでしょう。さーて、そろそろ最後の仕上げに入ろうかしら。もううるさいなあ。わかってるって。あなたたちの好きになさい。私はもう何にも指図しないから、あなたたちは欲望のままに暴れるといいわ。それじゃ、行きましょうか。合戦にはもってこいの地じゃが。そうですね。ここでは策の練りようがない。真正面から鬼と力比べをすることになるでしょう。真正面から堂々とか。いやー、そういうの私はあまり得意じゃないのだけどね。この大地が主戦場となるのはあまり良い毛ではないかもしれんの。そうでしょうか。和尚には何か策があると？いえ、私にはありませんけれど、きっと健介殿はこういう地での兵の動かし方を習っているのではないかと、そう思いまして。習う？はい。ですよね、健介殿。試しに一つ聞いてみたいの。健介、どのようなことを習っておった？すべて心構えのことだね。だけど良き師に教えてもらったことが伺えるいい言葉だ。つまりは兵の動きで相手を釣り上げるってことだね。言葉にすればとても簡単なことだ。その簡単なことも実行するとなると100倍1000倍難しくなってしまいますからね。だね。だけど正直今回ばかりは私の管轄外かもね。私は絡めて専門さ。言うなれば健介くんと同じだよ。風にて大軍を翻弄するのは得意だけど、大軍を率いて雌雄を決するのは苦手なんだ。いや、苦手というより経験がないんだよ、私には。私の実家真田家は将豪族だ。
武田に仕えている時も基本的には小部隊の頭でしかない。大軍での駆け引きには慣れていないのさ。そういうことならわしもあまり得意ではないの。私もですね。けどまあこんなとこで頭をひねってても仕方ないっす。まずは北条の人らと話をしないとっす。御意。氏康の部隊の配置を調べればよいのですね。ありがたきお言葉。では。勝つか負けるか、勝敗についてはそう考えておけばよいとは思うがな。目的は勝つことだけじゃなく氏康を救うこと。健介くん、勝算はあるのかい？この状況なのにですか？そうだね。じゃあ参加するのはあれあれ、ザクロとカヨチンは仲間外れっすか？承知しております。バレたっす。頼まれたっす。あ、けど公方様たちはどうするっす？了解っす。確認ですか？はい、もちろんです。しかし健介様、5000にも上る鬼の大軍の中、姉様を確保するのは至難の業では？でもさ、兄ちゃん、ただの鬼って言うけど、それって人より強いってことだろ？うむ。鬼は氏康の戦術を遂行するほどの能力を持っていない可能性が高いということじゃろうな。氏康が飼っている鬼は力は強いが頭が悪い。対して私たちは力はそこそこ、でも頭はいいだろ？戦術で敵の力を削ぐということですね。待
それは危険すぎます。守りはしますけど、でも無謀すぎます。まったく、どうしてそういう結論になるんですか。ひふみちゃんもなんとか言ってください。私はいい手だと思うけどね。ひふみちゃんまで。まあ待て、冷静に考えてみなよ恋。北条の兵力はかなりのものだけど、残念ながら突破力が弱い。大軍の身体に熟練しているのは直八幡、綱重公のみ。三姉妹にはまだまだ経験が必要だ。他の将もいいものの符が揃っているとは思うけれど、圧倒的じゃない。片や健介隊を見てみなよ。隊には東国無双がいて、ひなげしの戦乙女がいて、越後の豪壮がいて、剣豪将軍や食わせ者の女狐までいる。手前味噌だけれど、私や恋、コナミもいれば、越後の怪人もいて、アマテラス巫女もいる。これほどの武者が揃っているこの健介隊こそ、この地では鬼と戦うための最強集団だと私は思うよ。その最強集団と一緒に行動する。きっと鬼と戦うためにこれほど心強い護衛はないと思うけどね。それはそうかもしれないですが、でも恋の言いたいこともわかるがな。健介、どうやって氏康をかどわかすつもりか、それを聞かせ。背水の陣を取らせるということですか？健介様、私わかりません。なぜ隙が生まれると言い切れるのですか？ああ、なるほどね。かも竹津の実の御事が勝利に誘ってくれるというわけか。どういうことかわかんねえ。つまり援軍がいるということですよ、三日月ちゃん。援軍？そんなのどこにいるんだよ。いや、だから、もう良いです。なんだよ、呆れるなよ、暁。姉ちゃん悲しくなっちゃうだろ。今は喧嘩はよして、健介さんのお話を聞こうね。はーい。そうですね。本陣に1000、先方に1000配するとすれば、残りはおよそ1万と1000。その数で5000の鬼を半包囲することはできるでしょうが、あまり長くは持たないかもしれません。やはり足軽では鬼に誤することはできんか。1対1では無理でしょう。しかし3対1の体制を作るにはいささか数が足りない。それは数を知りたいってことです？そうですね。1500、2000ぐらいは軽くいけると思うですよ。2000？おいおい、それって本気で言ってるのか？本気なのです。ちょっと頑張らないといけないと思うですけど、まあやれると思うですよ。すごいですね、健介隊って。
ですが健介殿、2000を相手にできたとして健介殿の護衛と氏康さんの確保を同時に行うのはかなり厳しいと思いますが。はい、おそらく皆ギリギリの状態でしょうから、少し天秤が揺れるだけで。しかしそれでは健介様の、いえ、健介隊の負担が大きすぎます。確かにそうかもしれないが、こと鬼との戦に限って言えば北条衆よりも私たちの方が慣れている。無茶な作戦ではあるが無謀というほどでもないよ。私もあまり賛成はできませんが、おそらくこれが一番マシな作戦でしょうね。かといって北条が楽をできるというわけではあるまい。北条には北条の得意なやり方があるじゃろう。役割分担ができてよいとでも考えておけ。ですが、はい、少し考えています。決めました。健介隊に先方をお任せします。いざよい。それはおぼろ姉様のおっしゃりたいことも私は十分わかっているつもりです。でもそれでもなお健介さんに全てお任せした方が良いと私が判断しました。それは当主代理としての判断なの？はい、北条の着手、いえ次期当主としての判断です。わかりました。ではそう判断した理由を聞かせてください。わかりました。武藤さん、宇佐美さんがおっしゃるように北条衆は鬼との戦に慣れていません。ここで無理をしては大切な兵たちを無駄死にさせてしまうかもしれません。私はそういうの嫌だって思ったんです。だからその危険な部分を健介隊の皆さんに押し付けようと思います。そのような振る舞い、あまりにも北条にとっては恥だ。はい、わかってます。でもこれは北条の恥ではなく私自身の恥です。私がやりたくないことがあるからって竹の力を借りるのですから。それが分かっていてなおその物言いを続けるのですか？いざよい。続けます。あなたという人はその考え方良いの。北条の次期当主殿はなかなかふてぶてしくてわしは好きなのじゃ。当主になろうとするのなら本心はどうであれそれぐらいずぶとくなければいけないよ。一体何を？まだまだ幼いくせに良き判断をしやれ。この騒乱の中で少しは成長したということなのじゃ。当主にとって必要なのは寛大さ、そして非情さと狡猾ささ。当世のように鬼なんてものがはびこる時代なら必須の心構えじゃないかな。まさしく。じゃが対価を示していなければ片手落ちなのじゃ。
それは娘も気づいておるのじゃろ。はい、もちろんです。この戦が終わり、氏康を無事に取り戻せた時、私は氏康を隠居させ、北条家の当主となります。そして健介さんを中心とする連合に参加します。おいおい姉ちゃん、本気で言ってるのかそれ。うん、お姉ちゃん本気だよ。うわー、世代交代来ちゃったよ。そんな勝手は。なるほど、それは良い案ですね。いざよい姉様の提案で多くの問題が片付くことになるでしょう。暁、あなたまで。おぼろ姉様、よく考えてください。これで健介隊の皆さんは北条を全力で助ける必要ができたのです。どういうことです？いざよい姉様の出した対価により、私たち北条衆は鬼と戦うことを他家に押し付けるような惰弱者ではないと言えるようになったのですよ。そして健介隊の皆さんは北条を連合に組み込むため、その力を存分に見せつけ、北条に所属する者たちを納得させないといけなくなりました。ですよね、健介。北条にとっての利は母様を助け人に戻ってもらうこと。でもその利を得るためには鬼をどうにかしなくてはならないんです。鬼をどうにかしようとすれば犠牲も多くなる。その理由の一つは北条の兵が鬼との戦いに慣れていないということでしょう。犠牲を少なくするのも北条の利。その利のために健介隊の皆さんを利用させてもらいます。いざよい。はい、お姉様。強く、そして大きくなりましたね。私はあなたの判断に対して異を唱えました。しかしそれを撤回しようと思います。おぼろお姉様、それじゃ。ええ、従いましょう。新しきご本庄様の判断に。姉ちゃん頑張れよ。ずーっと三日月が支えてやるからな。私も三日月ちゃんと同じです。いざよい姉様の妹で
本当によかった。姉妹、仲直りできたようで何よりだ。そしてちょうどコナミからの報告が入ったよ、健介くん。分かったというか、もうこちらの視界に入る頃合いだそうだよ。コナミも今大急ぎで戻ってきているそうだ。ふらふらとつかみづらかった相模の獅子の思惑がこれでわかるということかの。全軍配置についてください。この一戦で鬼との戦に終止符を打ちます。さーて、イザヨイたちの動きはどうなってるかな。って何あれ、どういう陣よ。見かけない旗がたくさんあるわね。ははん、あれが噂の健介隊ってやつね。見たところ、三河の本田に越後の柿崎、それにあら、甲斐の片目もいるのね。すごい、噂にたがわぬ寄り合い所帯っぷりね。甲信越東海の勇者が揃い踏みじゃない。でもどうして健介隊が真ん中に？でその横に喜八幡の指物、後ろに格闘霊所なし？これってイザヨイの旗かしら。いちいち報告しなくても動き出したことぐらい分かってるわよ。まずは健介隊が動くのね。ふむ、なるほど、そういうことか。でも気になるのはこの采配の主ね。おぼろかしら、それとも噂の健介ちゃんが入れ知恵したのかしら。予想できない決まり方ならお母さん嬉しいんだけどな。そうね、私たちも動きましょうか。さあお兄ちゃんたち、好きに暴れなさい。敵陣に動きあり。それはいいっすけど、公方様たちはどうするんすか？あやなは地産したって笑いながら途中で参戦してきて、お家流でドーンとするに10カモンかけるです。いやー、あやなちん、そりゃ賭けになんないっす。違う方向ってどういうことっす？なるほどっす。そう考えると心強いっすね。言い方一つじゃの。任せろっす。任せなのです。越後七手組、柿崎ザクロと健介隊の一番より本田彩菜が先方つかまつるです。健介隊、みんなザクロたちにしっかりついてくるっすよ。これより7人いるです。おぼろ姉様、先方の健介隊が動き出しました。北条衆も続きましょう。任せておきなさい。関東に歯をなす北条を支える勇者たちを、我らの力を天に示し、
主である氏康の目を覚まさせてやろうではないか。湯を震え、歯を捉えよ。異形の者どもを根切りにするのだ。先に伝えた通り、3人1組を作りなさい。三位一体となって鬼を包囲するのです。皆さんの氏政はここで皆さんの戦いぶりを見てます。しっかりと見ていますからね。だから一緒に頑張りましょう。なんだか変な方向に盛り上がってますね。そりゃああれじゃね？男って小さい女の子が好きだからじゃね？何ですかそれは。だって三崎衆のやつらもよく言ってるぜ。ちっちゃな暁様のためなら死んでもいいって。まさか当家にそんな家風があったとは。バカだよな。でもそういうバカも三日月は大好きだぜ。はあ、そうですか。まだまだです。もっと来いです。やってやるです。おお、あやなちんなかなかやるっすね。こんなのまだまだ序の口なのです。すね。ならザクロも負けてられないっす。ささささあははは。いや楽しいっす。楽しすいつもは公方様に取られてたですから、今日は公方様が来る前に片付けるですよ。そうっすね。あの人おいしいとこだけ持っていくっすから。ならもっともっとやるですよ、ザクロ。さあ。いや、なんというかすごいね、あの二人は。鬼神もかくやじゃな。まあ本田の小娘が尋常でないのは分かっていたのじゃが、越後の名家柿崎の若き当主もなかなかじゃないか。あやつはの越後七手組の一番隊隊長じゃが、戦の時には秋子らと共に御大将の補佐を務めなくてはならん。そのせいで今までいろいろと我慢しておったからな。あれでですか？何気にひどい言いようじゃの。まあ確かにあれでもじゃがな、今は健介隊の一将として気楽にやっておるからダガが外れているんじゃろ。力とは槍や刀だけを意味するところではないということを忘れるでないぞ、健介。あれなんだし、でたらめすぎだし、あの二人。意味わかんないし、なんであんなに強いのよ。一体どんな鍛錬をすればあれだけ強くなれるわけ？違うってなんだし？何それ？どういう意味だし？ああ、私たちは健介隊の足軽を率いて本田、
柿崎が稼いだ利を拡大していくよ。ただし視界すべてに鬼が充満している以上、厳しい戦になるでしょう。そこはグビ人を頼ればいいさ。ご本人もやる気満々のようだしね。健介様の無事はこの命に変えましても。心構えを述べただけです。私だって健介様のおそばにずっといたいですから。はい、榊原衆とコナミさんの伊賀衆、それに私が健介殿の警護を務めましょう。あとはもちろん姫野もついていくわ。一応仕事だし、あんたのこと守ってあげる。おぼろがうまくやってくれておる。予想以上に鬼を押しておるようじゃ。さすが直八幡。健介くんと絡んでからはいいところなしだったけれどね。まあ多少融通が利かんところもあるが、おぼろは良い武者なのじゃ。さすが先代に壊れて北条一門になっただけのことはあるの。実家の福島家も元をたどれば今川の臣。どこかで多少混じり合った可能性は否定できないけれど、それも今は昔というやつさ。そういうことじゃ。さあヨタ話はこれくらいにして、わしらも動くとしようぞ。ご主人様、鬼の陣徐々に赤間川へと足を踏み入れております。あと少しかと。はっ。なんか引っかかるわね。苛立ってるわね。まあそれも仕方なしか。か弱い人間に遅れを取ってるんだものね。戦いはあんたたちの仕事。好きになさいって言ったでしょ。今さらこっちに文句を言われてもね。はあ、まったく。鬼ってどんなものかと楽しみにしてたのに、人と大して変わらないのね。つまんないな。ま、せいぜいあの子が頑張れる状況を作るためにも、ちょっと手を出してみようかな。おぼろ姉ちゃん、鬼の動きがなんか変だぞ。三日月、報告は正確に。どう変なのです？なんか動いてんだよ。おぼろ姉様、敵陣に動きあり、鬼が交代を始めているようだと三日月ちゃんは言っています。それだよ姉ちゃん。交代ですって。妙ですね。だよな。だって全体の戦況を見れば拮抗してたもんな。どうなってんだろう。開戦からこちら、鬼の動きはまとまりがなく思えましたが、体勢を立て直すのでしょうか。確かに普通に考えればそうなるでしょう。しかし暁、あの鬼たちに体勢を立て直そうとする知恵があると思いますか？今までの動きを見るとあるとは思えません。戦の仕方も力攻め一辺倒だったもんな。ええ、私も同意見です。ということはもう一つの可能性を考えなければならないでしょうね。まさか。母様が本腰を入れ出したってことか。その可能性は高いでしょう。暁はすぐに健介様にこの情報を届けてください。三日月は前線の兵を掌握しておきなさい。くれぐれも先走らないように。分かってるって。後方のいざ酔いにも伝令を。この戦、少々厄介になるかもしれませんよ。ご主人様、暁様より報告です。敵に動きあり、獅子が目覚めた可能性が高いとのこと。
確かに鬼たちの動きが開戦当初と違い組織化されてきたように見えるの。やれやれ、厄介な猛獣が目を覚ましてしまったか。まあそれも織り込み済みなのじゃ。で小僧、どうするのじゃ。そうするしかないが、わしらの予想を上回る一手を打たれたら、先鋒として敵陣に食い込んでおる我らは一気に喉笛を食いちぎられるぞ。今まで討ち取った鬼の数はおよそ500。残り500を討ち取るにも同じ程度の時がかかるだろうね。もたもたしとると獅子の剛腕がわしらを包み込んでしまうのじゃ。ご主人様、それは。なるほど。確かに効果的ではあるが、それでも稼げる時は一瞬しかないよ。反対です。戦場で賭けをするなど自殺行為です。まあ恋の意見が正しいよ。一瞬の時を稼いだとしてそれにかけるのは健介くんの命だ。健介くんが一兵卒ならば反対はしない。だけどそうじゃないだろ。かけるものは連合の要である健介くんの命だ。よほど大きな見返りがない限りその命を七草にするものじゃないよ。信濃の悪道の言う通りなのじゃ。はい、私も反対ですよ、健介様。自分もです。そんなの簡単なのです、健介様。ザクロも聞いてたっすよ。いやー、相変わらず無茶なこと言うっすね、スケベさんは。まあまあ、ここはザクロたちに任せるっす。健介様のためにもアヤナたちが鬼を崩して隙を作ってみせるですよ。アヤナチンとならできるっすよ。ね、アヤナチン。できるです。だから健介様はどーんとアヤナたちに頼ってくれればいいのですね。お任せっす。やってやるです。それじゃ大将の信頼に応えるっすよ、アヤナチン。承知なのです。アヤナが鬼を集めるからザクロはたくさんやってやるですよ。任せとくっす。行くですよ。神戸にいただく立派な数のは三途の川の渡し人。独協代わりの王術背負い、あっきらせつに引導を渡す。健介様が一の槍、アヤナ忠勝ここにあり。この身この肌この命、傷一つでもつけられるものならかかってくるです。おー、来た来た来たっすよ。さすがアヤナチンの大音えっへん。そんじゃ次はザクロの出番っすね。ドカーンと一発かますですよ。おっす。
越後が2点柿崎影家、鉄をも貫く愛想を掲げ、強きを破り敵を砕く。さあさあ初お目見えっすよ。柿崎ザクロがお家流昇竜総天撃。200ぐらいです。そんだけっすか？腕が鈍ったっすね。仕方ないのです。あと 2,3 発ドカンドカンとやっちゃうですよ。簡単に言うけど結構疲れるんすよ。大丈夫なのです。ザクロならやれるですよ。根拠なく言われても全然励まされてる気がしないっす。根拠あるですよ。ザクロだから。もう仕方ないっすね。じゃああやなちんに乗せられてやるっす。それじゃあやなちんは内漏らしをサクッとやっちゃってくださいっす。わかったです。何？前線で爆発？仲間がやられてるって？誰かのお家流かしら。いいなあ、攻撃的なお家流って便利よね。うちのお家流は攻撃にも防御にも関係ない、取るに足らないものだし、つまんないのよね。まあいいわ。相手の戦法は適当にいなしておきなさい。次の動きに移るわよ。さて、戦ではよくある次の一手。あなたはどう対処するのかしら？